はい、皆さん、こんにちは。おにいちです。いやー、実写ね、久しぶりですね。髭脱毛以来ですか。全部終わってないんですよ。6回も行ってないんで、その結果とか、その時またマスク取った髭面をどうなってるかっていう状況ですね。を動画にすると思うんで。はい。今回、染め球の紹介じゃないんですけど、染め球を使って、染めていこうという、そのままだよね。で、染めるアイテムは、リュックなんです。サンローランなんですけど、僕が YouTube 始めて、一発目に撮った動画、サンローランのレザーか。レザー。あれより前に、これずっと使ってたんですけど、これ動画初めてなんですけど、デブのリュックね。僕リュック大好きだからさ、ここにいろいろリュックの動画出してるんですけど、気になる方は見てください。サイズ的にいいなぁと思ってずっと使ってたんですけど、問題がね、キャンパス地。キャンパス地ってなんかさ、変色するんですよ。僕今回なったのが、頭と、縁。何なんだろう。もう触るかな、違うよね。縁と、あと、角っちょ。こことか、ここら辺。ね。ここが変色しちゃうんですよ。赤茶色っぽい。赤茶っていうのかないう風になっちゃうんで、ここら辺とか全然見づらいんで、全然普通なんですけど、なんかこのね、この角っちょ、これがさ、もう気に食わなくて、なんか、せっかくさ、大事にしてる、一応これ、ハイブラなんで、ハイブラじゃなくてもさ、お気に入りだと、ね、ずっと使っちゃうから、キャンパス地だと変色するんでしょうけど、これをね、復元、新品にしようと。新品も不可能だと思うんですけど、これ染めていこうということで、頑張っていこうと思います。動画ではちょっと変色部分がわからないんで、画像も載せておきます。染めた後、もう載せときますので、じゃあ一旦、これを使って染め切る。ただね、これ時間かかるっぽいんですよ。一発でこれ塗って終わりっていうんじゃないんで、この後ろに説明、使用方法、ご使用前に必ず使用方法などをご確認ください。であって、塗装する前にね、この汚れや油分などを落としてください。まあそうでしょうね。当たり前ですよね。素材から15センチ程度離し、素早く薄く色づく程度にスプレーすると。で、5分間程度乾燥時間を取りながら、薄く3、4回分けると。だからこれ一発でバーってやって終わりじゃなくて、5分間塗って5分間開けての、それを3、4回繰り返すっていうことで、時間かかりますね。で、この染めてる部分をさ、動画にしても、ちょっとね、長くなるんで、そこをはしょります。僕が染めてるところをさ、延々と見るのも嫌でしょ。なんでそこをはしょって、完成したところを、また動画撮るんで、待っててください。はいどうも、おにいきです。1日24時間ほど開けてくださいっていうことで、染めて開けてきました。
開けてきましたっていう変だけど、開けました。だから今これね、最初動画撮って、まあこれ2日後なんですけど、まあ完璧に乾いてるんで、やっていきましょうか。見ていきましょうか。わかりづらいよね。染めた感じ、僕結構こう見て結構神経質なんですけど、光が当たったりするとなんかあれ、ここなんか染め上げたんじゃねみたいな感じに見えちゃいますね。これ多分全体的にもしやっとけば変わったのかもしれないけど、さすがにさ、これ全部塗るのって大変じゃないですか。あとここもうなんかあるしさ、一応マスキングテープ、ここファスナー、こんなとこ真っ黒になったら大変だから、このマスキングテープを貼って、ここにね、この金具染めたんですよ。染めた感想としては、外でやったら多いっていうのがめっちゃ思ったり。部屋とかでやっちゃうと、お家の中でやっちゃうと、すごい匂い。好きじゃない匂いだな。使ってみてください。匂いの表現とか難しいんで、香水とか同じように。匂いがすごくて、あと、すごい飛び散るんですよね。なんで、まあ、説明、この裏には書いてますけど、飛び散るから、壁とかに周りに、なんか新聞とかさ、引いといてもらえれば安心ですね。そのままさ、はい、行くよっつってスプレーしちゃったら、多分大変なことになります。乾いてるんだけど、染めたところ、ごわつき感があります。こう触ると、このごわつき感の表現、難しいな。やっぱり難しいんですけど、触ったら、なんか違います、全然。なんか分厚いっていうのが、硬いんですよ。硬く感じる。全然違う。まあ、見た目はね、だいぶ黒くなってるんで、まあ、結果として良かったんですけども、これね、自分でやるより、多分、業者さんに頼んだ方がいいと思います。結論ね。けど、自分でやった方が安いんだ。それ安いじゃないですか。DIY。これいくらだったかな 1000円ぐらい ?1000 円もしなかったのかな ?1000 円で時間かかりますけど、できるんで。業者だと、どこか、実際調べてないんでわかんないですけど、5000円とかするのかな ?5000 円以上するか。送んなきゃいけないからさ、このリュックを。で、行ってこいの送料とかかかっちゃうわけだから、まあそれなりにしますよね。で、結果として僕的には、キャンパスバッグ転職するっていうことで、買わないって決めました。まあ僕の意見ですけど、だったらレザーをガンガン使って味が出た方がいいと思うんですよ。まあ、高いですけどね。全然キャンバス時ってそんな高くないんで、10万ちょいだと思うんですよね。全然記憶ないんですけど、レザーとかになっちゃうと、もうこの数倍の金額になりますけど、ずっと使えるっていうことで、キャンバスバッグ、軽くて、この生地も頑丈ですからね、キャンバスにして。レザーで不妊っていう結論ですね、僕は。まあ、せっかく、このサンローランさん、染め上げたんで、まだまだ使っていこうと思います。染めっていうね、
他にいろんな色もあるんで、まあそりゃそうだろうけど、まあ他にみんな染めたいものがあれば、染め機を買って染めてみてください。時間かかりますけどね。まあ、いい勉強になりますよ、DIY。うん、頑張りました、僕は。もう使うことないか。レザーとかもできるからね、これ。色あせの補修とか。だから靴とか、いいんじゃないですかね、ブーツとか。ブーツ、ね、どっかつまずいたりして、引っ掛けたりするじゃないですか。でそこにこれ染め機使えば、ね、復元戻せるじゃないですか、色は。まあ、使い用途はいっぱいありますよね。プラスチックとか金属。金属もできるんだよ。すごいよ。まるで染めたかのような仕上がり。で今回ね、DIY、サンローのハイブランドのリュックを染めてみた。でした。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた。